量子力学の奇妙な世界では、粒子間の不思議な絡み合いが私たちの現実を形作る法則の源になっていることをご存知でしょうか。今回の探求の旅を終えると、量子物理学の最も謎めいた現象の一つである量子もつれが、宇宙の秩序から混沌への移行を司るエントロピー増大の法則を生み出し、それが時間の矢や私たちの日常的な世界の出現に深く関わっていることが理解できるでしょう。エントロピーとは物理学の中でも特に理解しにくい概念の一つです。システムの乱雑さの度合いや取り出せる有用な仕事の量、あるいは隠された情報量など、様々な表現で説明されています。一見矛盾するようなこれらの定義ですが、実は量子レベルの現象に根ざした同じ本質を表しているのです。偉大な天体物理学者アーサー・エディントンはかつてこう述べました。エントロピーは常に増大するという法則は、自然の法則の中で最高の地位を占めていると思う。もしあなたの理論が熱力学第二法則に反していることが判明したら、私はあなたに希望を与えることができない。最も深い屈辱の中で崩壊するしかないのだ。エディントンだけでなく、多くの物理学者がこの法則を根本的なものとみなしています。ではなぜこの法則がそれほど重要なのでしょうか。その答えを探る旅を、身近な例から始めましょう。私たちの日常生活でもエントロピーの増大は至るところで観察できます。例えば、あなたの部屋が自然と散らかっていくのは、整頓された状態よりも散らかった状態の方が可能な配置の数が圧倒的に多いからです。本棚の本が特定の順序で並んでいる状態は一つですが、ランダムに置かれる可能性は無数にあります。そのため、何もしなければ自然と散らかる方向に進むのです。これがエントロピー増大の日常的な現れです。また、氷が水に、水が水蒸気に変わる過程もエントロピーの増大を示しています。固体の氷では分子が規則正しく並んでいますが、液体になると分子の配置の自由度が増し、気体になるとさらに自由に動き回れるようになります。自由度が増えるということは、可能な配置の数が増えるということであり、つまりエントロピーが増大するのです。エントロピーの概念は19世紀に熱力学の文脈で導入されましたが、その重要性は物理学の発展とともに増していきました。特に、物理学者マックス・プランクはエントロピーは自然界の根本的な量であり、他のすべての物理量よりも普遍的であると述べています。このような見解は、エントロピーが単なる熱力学的概念を超えた、より根本的な意味を持つことを示唆していました。現代の物理学では、エントロピーは熱力学だけでなく、情報理論、統計力学、量子力学、そして宇宙論にまで広がる概念となっています。特に注目すべきは、ブラックホールの表面積がそのエントロピーに比例するという発見です。この関係は、重力と量子力学を統一する理論への重要な手がかりとなっています。それでは、エントロピーの基本的な性質をより深く理解するために、身近な例から見ていきましょう。部屋の空気を考えてみてください。空気には温度があります。これは個々の空気分子の運動エネルギーの平均値を表す相発的性質です。しかし、一つの空気分子には同じ意味での温度は存在しません。その分子には速度や質量があり、それらが壁や他の粒子との衝突の仕方を決めています。多数の分子が集まると、私たちが温度として認識する性質が相発するのです。エントロピーも同様に相発的性質ですが、不思議なことに物理学者たちはこれを非常に根本的なものと考えています。なぜでしょうか。この謎を解くには、量子の世界を除く必要があります。量子の世界は私たちの日常的な経験とは全く異なる法則に支配されています。量子力学の基本的な特徴の一つは重ね合わせの原理です。これは粒子が複数の状態を同時に取ることができるという奇妙な性質を指します。イメージしやすくするために、猫の例を使った有名な思考実験があります。シュレーディンガーの猫と呼ばれるこの実験では、箱の中の猫が放射性物質の崩壊に依存して生きているか死んでいるかの状態にあります。量子力学によれば、箱を開けて観測するまでは、猫は生きていると死んでいるの両方の状態の重ね合わせにあるというのです。もちろん、
実際の猫がこのような状態になることはありませんが、この思考実験は量子世界の非直感的な性質を説明するのに役立ちます。実際の量子実験では、電子やフォトン、光の粒子などの微小な粒子が重ね合わせ状態を示すことが確認されています。例えば、有名な二重スリット実験では、一つの電子が二つのスリットを同時に通過するかのような干渉パターンを作り出します。もう一つの重要な量子現象が量子もつれです。これは二つ以上の粒子が、どれだけ離れていても互いに瞬時に影響し合うという不思議な状態です。アインシュタインはこれを不気味な遠隔作用と呼び、量子力学の完全性に疑問を投げかけました。しかし、その後の実験でこの現象の存在は確認され、現在では量子テレポーテーションや量子暗号など、革新的な技術の基盤となっています。量子もつれを理解するための一つの方法は、特別な種類のサイコロを想像することです。通常のサイコロは独立しており、一つのサイコロの目がどうなるかは他のサイコロとは無関係です。しかし、もつれたサイコロの場合、片方が6の目を出せば、もう片方は必ず1の目になるというように、互いに完全に相関した結果になります。しかも、この相関は事前に決まっているわけではなく、測定する瞬間に決まるのです。2022年のノーベル物理学賞は、量子もつれの実験的検証と量子情報科学への貢献に対して、アラン・アスペ、ジョン・クラウザ、アントン・ツアイリンガーの3氏に授与されました。彼らの研究は、量子もつれが単なる理論的な好奇心ではなく、実験的に検証可能で技術的応用を持つ現実の現象であることを証明しました。現在、量子もつれは量子コンピューティング、量子通信、量子センシングなど、次世代技術の鍵となる現象として研究されています。例えば、Google や IBM などの企業は量子コンピューターの開発に多額の投資を行っており、すでに古典的なスーパーコンピューターでは解決が困難な特定の問題を解く量子超越性を実証したと主張しています。量子力学のこれらの奇妙な側面が、エントロピーという概念とどのように関連しているのでしょうか。その答えを見つけるために、量子システムに適用される特別な種類のエントロピー、フォン・ノイマンエントロピーを探求する必要があります。量子システムにはフォン・ノイマンエントロピーと呼ばれる種類のエントロピーが存在します。これを理解することで、熱力学第二法則だけでなく、時間の矢や量子世界から古典世界がどのように出現するかについても理解が深まるかもしれないのです。エントロピーの理解を深めるために、まず古典的な定義を振り返りましょう。ルドルフ・クラウジウスは最初にエントロピーを熱エネルギーを動かすことで取り出せる有用な仕事の量として定義しました。熱エネルギーがエンジンの内外で完全に混ざっていれば仕事は取り出せませんが、熱がピストン内部に集中していれば、その流れを利用して仕事を取り出せます。ルートヴィヒ・ボルツマンはこれを粒子の配置の観点から再定義しました。同じ熱力学的性質を持つ粒子配置の数としてエントロピーを表したのです。例えば、エネルギーが完全に混ざった状態の方が、エネルギーが一箇所に集中した状態よりも可能な粒子配置の数が多くなります。システムはより一般的な配置へと移行する傾向があるため、エントロピーは増加するのです。ここで情報とエントロピーの関係が見え始めます。もし空気がすべて部屋の隅にあれば、個々の粒子の位置についてより多くの情報を持っていることになります。対して空気が部屋全体に広がっていれば、粒子の正確な位置についての情報は少なくなります。この情報とエントロピーの関係をより具体的に理解するために、図書館の本を考えてみましょう。すべての本がアルファベット順に完璧に並んでいる図書館では、特定の本を見つけるのは簡単です。つまり、本の位置に関する情報が明確に整理されており、システムのエントロピーは低いと言えます。一方、本がランダムに棚に置かれている図書館では、特定の本を見つけるのに多くの情報が必要になります。システムは乱雑で、エントロピーが高い状態にあります。情報理論では、エントロピーはビットで測定されます。1ビットの情報は、はい、いいえの質問に対する答えに相当します。例えば、コイン投げの結果を予測するには1ビットの情報、表か裏かが必要ですが、6面のサイコロの結果を予測するには約 2.58 ビットの情報が必要になります。
これは、サイコロの結果を特定するのに、平均して 2.58 回のはい、いいえ質問が必要であることを意味します。情報理論の創始者であるクロード・シャノンは、1948年に発表した論文通信の数学的理論でエントロピーの概念を導入しました。彼の業績は、現代のデジタル通信やデータ圧縮の基礎となっています。例えば、JPEG や MP3 などの圧縮形式は、シャノンの情報理論に基づいて、データ内の冗長性、低エントロピー部分を特定し、効率的に情報を表現します。シャノンのエントロピー式は、量子力学の文脈では、フォンノイマーエントロピーに拡張されます。フォンノイマーエントロピーは、量子システムの状態を記述する密度行列のトレースを用いて計算されます。これは非常に技術的に聞こえますが、要するに量子システムの純粋さまたは混合度を測定していると考えることができます。情報理論とエントロピーの関係は、マクスウェルの悪魔と呼ばれる有名な思考実験にも現れています。この実験では、ガスの分子を個別に観察し、速い分子と遅い分子を別々の箱に振り分ける悪魔が想定されています。一見すると、この悪魔はエントロピー増大の法則に反して、ガスの温度差を生み出せるように思えます。しかし、情報理論の観点からは、悪魔が分子に関する情報を得る過程自体がエントロピーを増大させることが示されています。この思考実験は、情報処理と物理的なエントロピー変化の深い関係を示しています。現代の量子情報理論では、情報の獲得、処理、転送のプロセスが物理的な制約に従うことが明らかになっています。例えば、量子システムから取り出せる情報の量には根本的な限界があり、これはハイゼンベルクの不確定性原理によって表されます。電子の位置を精密に測定しようとすれば、その運動量についての情報は失われるのです。この情報とエントロピーの関係を明確にしたのがクロード・シャノンでした。彼は情報理論を創始し、シャノンエントロピーを発明しました。これはシステム内の隠された情報量、より正確には測定によって得られる可能性のある情報量として定義されます。シャノンエントロピーはイベントの可能な結果が多いほど大きくなります。例えば、コイン投げは結果が2つしかないため低エントロピーですが、100万枚のコインを投げる場合は高エントロピーになります。実はシャノンエントロピーは熱力学的エントロピーよりも根本的です。なぜなら、あらゆる情報システムやその情報を明らかにするあらゆる種類の行動に適用できる一般化だからです。しかし、最も根本的なエントロピーはフォンノイマーエントロピーかもしれません。これは量子システムのエントロピーであり、他のすべてが量子システムから構成されていることを考えると、エントロピーの最も根本的な定義かもしれないのです。量子力学では、システムは波動関数によって記述されます。これはシステムを測定した場合に得られる可能性のあるすべての性質の確率分布です。例として量子コインを考えてみましょう。このコインを投げると、測定するまでは表と裏の重ね合わせ状態になります。ここで直感に反する事実があります。量子コインを投げた後、その未測定の状態を実は私たちは知っているのです。なぜなら、その状態を重ね合わせ波動関数によって完全に定義されているからです。これは表か裏のどちらかである古典的なコインとは微妙に異なります。重ね合わせはあなたの視点からのコインの現実を表しています。もしコインの未測定の現在の状態について完全な知識があるなら、隠された情報はないということになり、フォンノイマーエントロピーはゼロになります。コインを観測しても、未測定の状態に関する新しい情報は明らかにならず、むしろランダムな方法で量子状態を変化させます。これは通常のコインとは大きく異なります。通常のコインはすでに表か裏かが決まっていますが、その情報はあなたには知られていないだけです。さらに奇妙な量子もつれを考えてみましょう。二つのコインがスプーキーに接続されており、両方とも投げられると互いに反対の結果になるような状態です。投げた後、これらのコインの結果はもつれています。個々の結果を知らなくても、相関関係があることを分かっています。もつれた量子コインのペアを投げると、最初のコインが裏で2番目が表、またはその逆という2つの可能性があります。明らかにされる前は、
両方の可能性が同時に存在する重ね合わせ状態です。2つのコインの組み合わせた波動関数のフォンノイマーエントロピーはまだ0です。しかし、単一のコインだけを考えるとどうなるでしょうか。もつれにより、単一コインに対応する波動関数の部分だけではコインの状態に関する全ての情報を含んでいません。そのフォンノイマーエントロピーはもはや0ではありません。情報が隠されているのです。その情報はもつれたパートナーに対応する波動関数の部分に隠されています。ここでフォンノイマーエントロピーを他のすべての形式のエントロピーと結びつけ、熱力学第二法則の真の起源を垣間見ることができます。もつれたパートナーと一緒に見ると、コインは重ね合わせのような量子の奇妙さを示します。これはベルテストのような実験で明らかにできます。しかし個別に扱うと、各もつれた量子コインは通常の古典的なコインのように振る舞います。例えば、もつれたパートナーを含めた場合にのみ存在する純粋な重ね合わせ状態は示しません。それは混合状態と呼ばれるもので、表と裏ではなく表か裏という状態です。通常の古典的なコインと同様に、ゼロではないエントロピーを持っています。この混合状態の概念をより直感的に理解するために、天気予報を例に考えてみましょう。量子力学では、測定前の粒子は確率の重ね合わせ状態にあり、これは純粋状態と呼ばれます。これは明日は 70% の確率で雨、30% の確率で晴れという予報ではなく、明日は雨と晴れの70対30の重ね合わせ状態というようなものです。一方、古典的な確率や混合状態では、雨か晴れのどちらか一方がすでに決まっているが、私たちにはどちらになるか確率的にしかわからないという状況に近いのです。量子力学の教科書的な例として、電子のスピンを考えてみましょう。電子のスピンは上向きまたは下向きの2つの状態をとりますが、測定前は両方の状態の重ね合わせにあります。これは純粋状態です。しかし、この電子が他の粒子ともつれると、単独では上向きか下向きのどちらかという混合状態として現れるのです。量子力学の数学的な側面に少し踏み込むと、純粋状態は一つの波動関数、プサイで表され、混合状態は密度行列と呼ばれるものを使って表現されます。密度行列は様々な純粋状態の統計的な混合を表現でき、フォンノイマーエントロピーはこの密度行列から計算されます。2019年、研究者たちは初めて量子コンピューターを使用して、小規模ながら時間の逆転に成功したと報告しました。彼らは量子ビットの初期の純粋状態をより複雑な状態へと進化させ、特別なアルゴリズムを使用してこのプロセスを逆転させ、初期状態に戻すことができました。これは、量子システムでのエントロピー増大が原理的には可逆であることを示しています。しかし、多数の粒子が関与する実際のマクロな形では、このような時間の逆転は実質的に不可能なままです。量子計算の分野では、量子状態の純粋さを維持することが主要な技術的課題となっています。なぜなら、外部環境との相互作用、デコヒーレンスによって純粋状態が混合状態に変化すると、量子コンピューターの計算能力が失われてしまうからです。研究者たちは、量子システムを極低温に保つことやエラー訂正コードを使用することで、この問題を克服しようと試みています。エラー訂正の考え方は情報理論から来ています。例えば、クロード・シャノンのノイズのある通信路での情報伝送に関する定理は、適切なコードを使用すれば、ノイズのある環境でも情報を確実に伝達できることを証明しています。量子エラー訂正は、この古典的なアイデアを量子の文脈に拡張したものですが、量子状態の特殊な性質のために、はるかに複雑になっています。近年の研究では、物質の量子もつれ症という新しい状態が発見されています。これらは、物質のすべての構成要素が高度にもつれた状態にある特殊な状態です。例えば、スピン液体やトポロジカル絶縁体などの材料では、量子もつれが物質の挙手的な性質を決定する重要な役割を果たしています。これらの材料は、将来の量子コンピューターや量子通信システムの基盤となる可能性があります。この古典的なコインともつれた量子コインの類似性は偶然ではありません。もつれが量子から古典世界への移行の第一歩なのです。
重ね合わせのような量子効果を観察する能力は、波動関数全体にアクセスできるかどうかに依存しています。もつれにより、それが難しくなります。量子物体が挙手的環境の無数の粒子と相互作用し、それらの粒子が互いに相互作用すると、もつれの網が急速に成長し、やがて波動関数全体にアクセスすることが不可能になります。この過程をデコヒーレンスと呼び、これによって通常の挙手的世界がその非常に奇妙な量子の断片から出現するのです。このように見ると、古典的なコインは単に孤立したもつれたコインのようなものです。ただし、二つのコインの間の単純なもつれではなく、コインの無数の構成量子部分とそれらが相互作用したことのあるすべての粒子の間のもつれです。そのもつれのネットワークは表と裏の重ね合わせ状態にありますが、あなたはそれにアクセスすることはできません。その理由の一つは、あなた自身がそのネットワークの一部だからです。あなたはすでにコインともつれており、波動関数のスライスである混合状態、コインが表か裏のどちらかに住んでいるのです。もつれの電波は非量子的な挙手的世界を体験することにつながりますが、エントロピーの増加も促進します。すべての粒子の詳細な量子状態に関する情報はますますアクセスできなくなり、粗い観測可能な特性だけが残ります。もつれのこの拡散を通じて保存されるこれらの特性を、量子ダーウィニズムの言語ではポインター状態と呼びます。時間の経過とともに、システムは最大限のもつれの状態に向かって移動し、その時点でほとんどの情報は隠され、システムはより少ない特性で記述できるようになります。例えば、システムが単一の温度に均等化する場合などです。このように、もつれの成長が熱力学第二法則と量子から古典世界の出現の両方を駆動しています。さらに、それは時間の矢も定義します。時間の矢自体はエントロピーの増加ともつれの増殖の方向を指しているのです。フォン・ノイマンの洞察は現実がより物理的というよりも情報的な平等に導きます。量子もつれによって生成されるエントロピーは、情報が隠される場所であり、古典的な世界の出現と時間の一方向性の鍵となるものです。エントロピーと量子もつれの関係について、さらに深く考えると、私たちの日常世界の基盤が意外にも情報と確率で成り立っていることがわかります。個体のテーブルも、その構成粒子間の複雑なもつれの網によって個体として現れているのです。テーブルの量子状態に関する情報の大部分は、もつれによって隠されており、私たちは硬い、茶色いなどの限られた特性しか観測できません。量子もつれとエントロピーの関係は、ブラックホール情報パラドックスの解決にも重要な鍵を握っています。ブラックホールが情報を破壊するのではなく、ホーキング放射との量子もつれを通じて情報を保存しているという考え方が、現代の理論物理学で注目されています。この視点は、量子重力理論を構築する上で重要な手がかりを提供しています。エントロピー増大の法則が創発的な法則、つまり多数の粒子の統計的振る舞いから生じる法則だと考えられてきたのに、なぜ多くの物理学者がこれを根本的なものとみなすのか。その答えは、量子もつれこそがエントロピー増大の真の原動力だからです。粒子間のもつれが広がるにつれて情報はますます隠され、システムの挙手的な記述はより単純になります。日常生活でエントロピー増大を経験する例を考えてみましょう。例えば、コーヒーに入れたミルクが広がって混ざっていく様子。これはミルク分子とコーヒー分子がもつれていく過程と見ることができます。最初はミルクの粒子の位置について多くの情報を持っていましたが、混ざるにつれてその情報は量子もつれの網の中に隠されていきます。理論的には、すべての粒子の量子状態を完全に知ることができれば、このプロセスを逆転させることも可能ですが、デコヒーレンスによってそれは実質的に不可能になっているのです。量子もつれの概念を理解するために、もう一つの例を考えてみましょう。二人の友人が同じカードデッキから一枚ずつカードを引き、互いに見ないで別々の部屋に行くとします。一方の友人がカードを見れば、もう一方のカードも即座にわかります。これを古典的な相関関係です。量子もつれをこれに似ていますが、重要な違いがあります。量子もつれでは、カードは引かれるまで特定の値を持っておらず、測定されるまでは全ての可能な値の重ね合わせにあるのです。
そして一方を測定すると、もう一方の状態が瞬時に決まります。これがアインシュタインが不気味な遠隔作用と呼んだ現象です。量子もつれがエントロピー生成にどう関わるかをより具体的に説明すると、もつれた粒子のペアを考えてみましょう。全体として見ると、このシステムは純粋状態にあり、その今エントロピーはゼロです。しかし、各粒子を個別に観察すると、それぞれは混合状態にあり、正のエントロピーを持ちます。宇宙が進化するにつれて、粒子間のもつれは増え続け、個々のサブシステムのエントロピーも増加します。これが熱力学第二法則の量子力学的起源です。エントロピーと量子もつれの関係を理解することは、宇宙の基本法則についての私たちの理解を深めます。それは単なる理論的な興味だけでなく、量子コンピューティングや量子情報理論など、新たな技術の基礎となる可能性もあります。もつれを制御し利用することができれば、古典的なコンピューターでは不可能な計算が可能になるかもしれません。量子もつれとエントロピーの関係は、私たちの宇宙の最も根本的な側面の一つを明らかにします。それは物理的な実体というよりも、情報と確率のパターンとして宇宙を捉える見方を示唆しています。私たちが体験する現実は、根底にある量子情報の海から創発するものなのかもしれません。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか？もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。